こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は2025年に法改正がされました労働安全衛生法の改正内容について解説をしていきたいと思います。改正内容いくつかあるんですが、そのうちの一つが2026年、令和8年4月からですね、高年齢労働者の労災防止対策というのが努力義務になりますので、その内容について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、労働安全衛生法改正になりまして、改正の概要をまず見ていきたいと思います。いくつか改正があり、順次施行されているわけですけれど、その中の一つに気になるのはストレスチェックも含まれております。そして今回努力義務となります高年齢労働者の労災の防止ですけれど、まずは高年齢者の労災状況について確認をしていった上で、今回努力義務となります高年齢労働者の労働災害防止の内容について見ていきます。そして努力義務だからといって何もしなくても良いと思っていると企業には大きなリスクが生じる可能性がありますので、この努力義務、放置のリスク、そしてやはり労働災害防止に関わっては費用がかかってくる可能性がありますので、それにあたって活用できる補助金もご紹介をした上で、まずは自社で取り組む上でのポイントについて見ていきたいと思います。まずは改正労働安全衛生法の成立の内容について見ていきたいと思います。改正内容は大きく全部で5つになります。そして、個人事業主の安全衛生対策については、順次施行されている。そして、職場のメンタルヘルスについて、これはストレスチェックになりますけれど、まだ具体的に施行日は、公表されておりませんが、交付後3年以内に行うとなっております。その他ですね、令和8年4月から段階的に行われていくのが、化学物質による健康障害防止の対策推進。そして、もうすでに施行されておりますけれど、令和8年、2026年1月からですね、機械等による労働災害の防止の促進というのも始まっております。そして今回はですね、高年齢者、高齢者の労働災害防止の推進ということで、令和8年4月1日から施行される内容について見ていきたいと思います。近年の労働災害の発生状況を見ていきますと、近年ですね、労災による死亡者というのは年々減っていて、今現状は過去最小となっておりますが、一方でですね、休業4日以上の死傷者というのは4年連続で増加をしているという状況になっております。そして特にですね、高年齢者の労働災害というのがさらに増えてきているという状況。また、最近の猛暑もありまして、高年齢者のみならず、猛暑による熱中症リスクというのもあります。こちらに関してはもうすでに防止義務というのが課せられておりますけれど、こういった形で死亡以外の労災というリスクが高まっているという状況です。また、今後ですね、2031年までの予定ではありますけれど、農林水産の労災の加入義務というのも義務化をされるという予定になっております。そして、今回、令和8年4月の1日から施行されます、高年齢労働者の労働災害防止の推進の内容について見ていきたいと思います。従来はですね、2020年3月に作成されましたエイジフレンドリーガイドラインという高年齢者が安心安全に働ける取り組みというのがガイドラインで出ておりまして、この取り組みを推奨していたわけですけれど、今回はですね、労働安全衛生法に記載がされて、明文化されて努力義務という形で一段階上になってきたという状況になっております。ではですね、高年齢者とは何歳かということですけれど、こちらはおおむね60歳以上となっておりますが、今回の労災防止の推進に関しては、年齢に限らず身体能力に応じた措置等が求められることになりますので、年齢で確一的に線引きができるものではないというふうに思ってください。
そして対象企業は中小企業を含むすべての業種の事業者という形になりますので、すべての企業が対象。では、どのような内容に取り組んでいったらいいのかとなりますけれど、全部で大きくは5つになります。まずは安全衛生管理の体制を確立する。そしてその上で職場環境を改善をする。また、働く労働者の健康や体力の状況を把握をした上で、その健康や体力の状況に応じた対応をすること。また、さらにですね、教育面としては、高年齢労働者に対する教育、そして管理監督者に対する教育、これらが求められているという状況になってきます。やはりですね、一番大事なのは職場環境の改善ということで、心身の機能の低下を伴う設備装置の導入ですとか、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理というのが非常に重要になってくる。さらにですね、職場環境をするにあたっては危険源を特定をしなければいけないので、そういった形でのリスクアセスメントも実施をするということになります。そしてですね、では実際自社の働く高年齢労働者の健康や体力の状況ということになりますけれど、こちらはですね、基本的には健康診断を活用していただくという形ですけれど、その他ですね、体力テスト等を実施をしていただいて、体力の衰えを見ていただいて、その衰え具合に応じた措置、そして心身両面にわたる健康保持増進策を行っていただくというのが必要になってきます。今回は努力義務となっております。ただしですね、努力義務で罰則もないから、取り組まなくてもいいという企業も多いかもしれませんが、今回の努力義務に限りませんけれど、放置のリスクと、あとは補助金の活用についてご紹介をしていきたいと思います。このですね、努力義務なので対策を行わない場合にですね、高年齢労働者が労災事故に遭ったというケースになってくると、企業は民事上ですね、安全配慮義務違反を問われる可能性があり、多額の賠償リスクというのも発生すると。そしてですね、今回努力義務になりましたけれど、やはりいずれは義務化される流れになっていると考えておりますので、今のうちから取り組んでいただければと思います。このですね、安全配慮義務違反に関しましては、同じく別の動画ではご紹介をしておりますけれど、令和8年4月から治療と仕事の両立というのも義務化をされておりまして、こちらも努力義務になっておりますが、同様に放置をしておくと安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。そしてこの治療に関しては、がんなどのみならず、メンタルの部分での不調も含まれますので、そういった部分、十分にケアをすることが必要かと思います。そして、職場の改善が必要になってきますが、それに伴って費用というのも発生する可能性があります。この費用負担、なかなか昨今の経営状況を考えると難しいかもしれませんけれど、その場合はですね、エイジフレンドリー補助金というのがありますので、ぜひ活用してほしいと思います。残念ながら、令和7年度はもうすでに終了はしているんですが、設備改善ですとか、専門家指導の経費の一部を補助してもらえるというものになっておりまして、全部で4つコースがありますが、4つ同時に申し込むことはできませんので、1コースだけという形ですが、最大ですね、5分の4の補助率で最大100万円の補助をしていただけるという形になっておりますが、主管はですね、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会というところが行っておりますので、興味のある方は見ていただければと思います。そして自社で取り組む際のポイントですけれど、やはりですね、発生事故の多いものとしては、転倒、墜落、転落、腰痛ということになりますので、まずはこれらの対策から取り組んでいただければと思います。大きくはですね、職場環境の改善ということで、手すりの設置ですとか、滑らないようにこまめな清掃、そして明るさの確保を考えてください。また、方法、手順の改善ということで、補助具ですね、台車等を活用をしたり、長時間労働によって得る疲労等を防ぐためにこまめな休憩をとっていく。また、健康管理に関しては健康診断結果を活用していただいて、またその結果をもとに相談体制も整備をするというのが重要になってきます。そして、教育も合わせて行っていただきたいと思いますけれど、加齢や熱中症への理解促進ということになります。
こちらはですね、熱中症対策、令和7年6月から熱中症対策も義務化になっていますので、合わせて教育進めていただければと思います。現場経験の豊富な高年齢者、貴重な戦力になっていますので、長く安心して働ける職場環境づくりに努めてほしいと思います。自社でこのような対応を検討したいといった場合はですね、会社の規模や業種によって異なってきます。対応を検討する、自社では何をしたらいいのかというような気になる点があれば、まずは専門家にご相談ください。専門家に相談をした上で、情報収集から第一歩という形になります。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。